皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。今回は私たちの身の回りで普通に起こっている気体分子の吸着に対して数式モデルを誘導します。そして本式による計算結果を示し、吸着現象について説明します。気体分子はさまざまな材料に多少なりとも付着したり離れたりします。専門的には付着する現象を吸着、離れる現象を脱着と言います。また、吸脱着する分子を吸着質、それを施す材料を吸着剤と言います。活性炭は吸着剤の代表例であり、吸着力が強く、さまざまな有機物を大量に吸着します。吸着は分子が単に付着するのか、付着の際に化学結合を起こすのかにより、それぞれ物理吸着と化学吸着に分類されます。今回は物理吸着に限定してお話しします。吸着という言葉は、気体分子が特定の材料に付着することだけを連想させがちです。しかし、物理吸着は吸着した分子の脱着も含むことを忘れてはいけません。故に、吸着量は吸脱着状態下の瞬間的な付着量を表していることになります。吸着現象を表す数式モデルといえば、誰もがラングミアーの吸着等温式を挙げるでしょう。これは吸着質である気体分子が一定の温度下で特定の吸着剤に対して吸脱着を繰り返し、最終的に平行状態に到達したときに、単位重量あたりの吸着剤に付着している吸着質の重量と吸着質の濃度または圧力の関係を表します。一方、吸着操作開始から平行状態に達するまでの吸着質濃度の時間変化を数式モデルを使って表したいことがあります。しかし、吸着に関するほとんどの本にはラングミアーの吸着等温式についてしか書かれていません。このため、吸着質濃度の時間変化データをどのように処理したらいいのか困ってしまいます。この問題に対処するため、以下では最初に吸着質濃度の時間変化を数式モデルで記述する方法について述べます。次に、この式からラングミアーの吸着等温式を導きます。そして最後に、導いた式を使った計算結果を示し、吸着現象の特徴を理解していただきます。吸着質 A が吸着剤 B に対して吸着脱着する機構を次のように表します。ここで各吸着剤粒子には単位重量あたりに等しい個数の吸着サイトがあり、一つのサイトに1個の吸着質が吸着すると仮定します。表に示すように、吸着質濃度、吸着剤濃度、吸着剤に吸着した吸着質濃度をそれぞれ鍵括弧の A、B、A、B で表します。吸着剤濃度とは、吸着剤粒子全体の吸着サイトの濃度となります。一式の反応機構に従う吸着質濃度 A の時間変化は次のように表されます。ここで単位を合わせるため、左辺には気体体積 V を、右辺には
吸着剤粒子重量 W をかけていることに注意してください。吸着した A の濃度 A、B の時間変化は自式で与えられます。本式では V または W をかけていません。なぜそうする必要がないかについては、括弧の単位をチェックし確認してください。初期条件を4式で与えます。故に2、3式を別の動画で述べたルンゲクタ法により解けば、A と AB の時間変化が得られます。また、AB の値を5式へ代入すれば、吸着剤上の吸着サイト濃度 B を計算することができます。一方、2式と3式には6式の関係があります。これを積分すると8式が得られます。これを見れば AB から A を計算するには W と V を使った単位変換が必要であることがわかります。次に平行状態における各成分濃度を考えましょう。2式に5式を入れると9式を得ます。吸着が平行状態、すなわち定常状態に到達すると、濃度勾配は0、すなわち dA/dt イコール0となります。この時、9式は10式となります。ここで上付添時 EQ は平行状態における濃度であることを意味します。10式を B に吸着した A の平行濃度 AB、EQ について解くと11式が得られます。これはラングー・ミアーの吸着等温式です。よって本式は定常状態における関係式であることが明らかです。ここで kh は速度乗数の比として定義した吸着平行乗数です。この値が大きいほど吸着質は吸着剤に多く吸着されます。11式中の B0 は吸着サイトの初濃度ですが、吸着剤単位重量あたりの吸着質の飽和吸着量でもあります。言い換えると、これは吸着剤が吸着質を吸着できる最大の量です。それでは吸着現象の理解を深めるため、吸着質を含む体積 V 立方メーターの気体中に W グラムの吸着剤を置いた時の吸着過程のシミュレーションを行いましょう。2から5式において計算に必要な値を A0 イコール1、B0 イコール1、AB0 イコール0、K1 イコール1、K-1 イコール 0.5 とします。また簡略化のため W イコール1、V イコール1とします。式中の吸着平行乗数は12式より 5.0 となります。11式へ13式を代入し、実式を得ます。これを AB、EQ について整理すると、次の二次方程式を得ます。これを解き、AB、EQ に対する解の式を得ます。そこで本式に数値を代入し、AB、EQ に対して次の2つの値を得ました。このうち 1.447 は AB、EQ の取り得る最大値 0.8、すなわち B0 の値よりも大きいため破棄します。
結局 ABEQ の正しい解は 0.5528 です。また13式より AEQ は 0.4472 となります。さらに5式より BEQ は 0.2472 となります。2、3式により与えた微分方程式を数値的に解いた時の計算結果を次の図に示します。吸着質濃度 A は時間の経過とともに減少し、やがて一定になります。これに伴い、吸着剤に吸着した吸着質の濃度 A、B が増加し、やがて一定になります。また B は 0.8 から減少し、これも一定となります。各成分濃度が一定となるとき、システムは平行状態にあります。この時の濃度は全ページで計算した値に一致します。また平行状態における AB と A の関係はラング・ミアーの吸着等温式に従います。この関係を次の図に示します。 ABEQ は AEQ の増加とともに最初直線的に増加し、その後増加が緩やかになり、最終的に B0 の値である最大値 0.8 に前傾します。すなわち ABEQ の増加には限界があることがわかります。これは吸着剤の吸着サイト数が有限であるからです。以上を述べたことが吸着現象の基本的特徴です。これらを十分に理解してください。一方、吸着した吸着質が吸着剤上で反応し別の物質へ変化する場合、すなわち触媒反応の場合にはラング・ミュアー・ヒンシェルウッドの式という反応速度式を用います。本式の構造はラング・ミアーの吸着等温式と同じです。それなのに前者は反応速度、後者は吸着現象だけを表すのはなぜなのかという疑問が生じるでしょう。この疑問は次回の動画で回答します。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。